はい、こんにちは。MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミーです。さて、今回は、またまた KZ ですね。ZVX だって、今年 Z で始まるモデルは ZAR があるけど、ZAX とか ZAS のようなキャリアハイブリッドじゃないのよね。ミミーちゃん、ZNA を忘れてない？ああ、そうだったね。忘れてた。ドライバー構成も価格帯も ZNA の方が近いわね。豊富な KZ のラインナップ、だんだんわかんなくなっちゃうよね。そんな時は KZ のサイトで確認しよう。概要欄にリンク貼っておきます。価格帯と形状から CCA FLA の KZ 版ってことなのかな。FLA は手元にないから音質はわからないけど、今年 KZ のレビューはすでに5本目ですよ。そっか。じゃあ今年レビューした KZ のモデルで波形比較してみようかな。いいですね。その前に外観から見ていきましょうか。OK。まずデザインですが、かっこいいな。感想もいいけど、もうちょっと冷静になろうか。ああ、ごめん。キーワードは Y です。デザインの特徴のことかな。そうよ。上部は CCA-CXS のように穴開いてて、普通ならイヤーフィンがある部分が空洞なの。右側はフィルター越しにエアフロー調整してる。確認したけど、音も少し漏れてるからしっかり機能してるよ。フェイスプレートは Y1 の頂点に向かって少し高くなってる。フルメタルボディで片側実測 12g。ずしんとくる存在感。4から 8g ぐらいで収まるモデルが多い中、これは重め。最近だと TRN-MT3 も重めだったけど、それでも片側 8.5g だったからね。でも装着してみると重いわーとは思わなかったな。逆にどっしり重いのが安心につながってるね。厚みは頂点の高くなってるとこまでで約 23mm。なので平均的だと思うわ。ドライバーはダイナミックタイプが1機。厚さ約 4.8 ミクロンのダイヤフラムを使用。質量が大幅に減少。振動感度が全体的に向上。ボイスコイルを従来の二重構造から4層に。磁気ギャップを約 0.3mm から約 0.15mm に縮小。低域性能がアップ。最近の KZ はダイナミックドライバーに力入れてるみたい。ZVX のバンドルイヤピなんだけど、全部メモリーフォームタイプだったのよね。で、測定結果がこれ。おお、いつもながらごちゃごちゃしてるわね。バンドルイヤピは赤のラインか。根域はここ。低域は真ん中辺かな。そうね。これ覚えておきながら。ドン。シングルで見るとこうね。8キロ手前のピークでは他のイヤピに比べてちょっと落ち着いてるけど、10キロ付近では一番出てるのが面白いね。似た感じなのはこれとこれ。どちらも効いた感じは良かったけど、スピンフィット W1 の方がステムから抜けやすかったんで、この後はセドナイヤーフィットライトで効いていくことにするよ。サウンドチェックは同じ 1TT の KZ、DQS にしてみようか。そうね、いいかも。ケーブルは最近購入したナイス HCK の 6M OCC アップグレードケーブル。イヤピはセドナイヤーフィットライトで収録したよ。ではサウンドチェックいくよー。音量上がるから気をつけてー。サウンドチェックいかがでしたか？さすが DQS は低域が強いですね。収録音でもその差が分かりやすかったです。では波形を見ながら音質の傾向を見ていきましょう。まず ZVX のシングル波形です。愛ちゃんの ZVX の印象はどんな感じ？そうですね。
後底のバランスがとてもいい感じに聞こえましたよ。KZ らしくないというか KZ のモデルなのって思ったり。そっかそっか。実は箱出し最初の主張が愛ちゃんと同じような印象だった。ドライバーの低域の性能がアップしてるってことだったけど、チューニングで調整しているようで低域は特に強くない。この大域の減衰幅も少なくて KZ っぽくない波形なんだよ。中高域も突出したピークはないよね。そうよね。8キロ手前のピークもよく見かける感じだし。これをもう一回見てもらおうか。10から11キロの出方の差が結構あり、イヤピの広域の調整幅は広め。ただ5キロから8キロ付近ほど分かりやすい変化ではないけどね。結果広域の傾向は多少幅があるとしても全体のバランスはすごくいいね。それと今回はナイス HCK の 6NOCC ケーブルを使ってみたけど、同じナイス HCK の 4N 純銀ケーブルも同時期に買ったので ZVX で聞き比べてみた。レッドの方が広域が明るめ、ブルーは低域が少し強めに感じる。広域はエアピで調整できていたのでブルーで低域を充実させてバランスをとってみた。レッドで聞くと少しボリュームを上げたくなり、測定結果では確かにレッドが 0.3 デシベル低めに出たので感覚と測定結果が一致しているんじゃないかなと思った。ブルーに対しレッドは広域寄りのバランスのため波形上ここはブルーの方が強く出ているけど、聴覚上はレッドの方が広域が聞こえやすくなるのだろうと解釈。ケーブルでも音質の微調整ができたってことなんですね。ちなみにこのケーブルお高いんですか？ブルーは3000円以下、レッドは2000円以下だったよ。ツイッターで見かけて買っちゃった。おお、そうなんですね。後で見てみようっと。じゃあそろそろ他モデルの波形も見てみない？そうだね、そうしよう。はい、これね。まず全体的に言えるのは低域から2キロ付近までの差で2キロ以降は結構似てる。低域の出方と中域の減衰の差が広域の聞こえ方に影響していると思う。低域寄りが好きな人は DQS か ZAR の選択になると思うし、 ZVX よりもう少しドンシャリ感が欲しいなら ZNA。 リンジョンはオープンバック設計ということと 6mm のドライバーということもあるのか、実際には波形ほど低域を強く感じない。リケーブルできないけど円筒系が好きな人はどうぞというモデルで、 ZVX は比較した4モデルの中でコーティのレベル差が一番少なくバランス重視モデルという解釈でいいんじゃないかな。イヤピとケーブルの調整だけで十分だったし、バランスがいいから各帯域の音をしっかり聞かせてくれる。サウンドステージも広く感じるし分離も悪くない。エアフロー効果もあって何気に自然な開放感も感じられ、弱点らしい弱点は見つからないモデルだね。価格が3000円切るぐらいの設定だけど、ブラインドテストだったら KZ のモデルだって思わないかもしれないし、もっと高いモデルの音だと思うんじゃないかな。そうですよね。はいは間違いなくこれ買いますよ。確かに ZVX いいよね。 ZAR はちょっと高めだけど、それ以外はどれも3000円切るモデルなのがすごいよね。さすが KZ という感じ。そうだよね。低域を少し絞った KZ らしからぬ仕上がりとも思えますが、3000円クラスのモデルとしての完成度はとても高いと思いました。ということで KZ、ZVX のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。